ゴックは痩せたら強くなると思う。簡単な改造で物合いを膨らせます。このアイテム使えば水中迷彩も楽勝。どれが一番発色がいいと思いますか？こんにちは、ルーです。今回はこちら HG ゴックを作っていきます。完成！腕を短くすることができます。それにしても太ってますね。もしゴックが痩せていたらめっちゃ強いと思いませんか？そこでミキシングして痩せたゴックを作っていきます。まずはディランザを使います。サンダーボルト版ゴックみたいだな。このキット、ガンプラには珍しいガニ股なんです。ポリキャップの突起を切るだけでゴックの腕がつきます。めちゃ簡単。ザクの頭を使ってゴックを作っていきます。ちょっと何言っているかわからない。プラ板の箱組みで顔を見せていきます。プラスチックストライプ 1mm 幅の細く薄いプラ板です。これで物合いレールを作ります。接着剤でこれらしく貼ってはみ出した部分を最後にカットしたら完成。物合いは H アイズを使います。ちょっとした改造で物合いを光らせます。裏側に台所用アルミテープを貼るだけ。ブラックライトで光るんだな。くちばしをエコパテで作ります。ザクの頭だから遠回りしたな。一度捨てサフを吹いて細かい傷をヤスリをかけて消していきます。何が起きた？パテが取れました。表面を荒らし忘れたな。頭はやめた。すぐ逃げる。足をゴックのデザインに変えていきます。ディランザの特徴あるギザギザのモールをパテで埋めます。厚みのあるテープで土手を作り、ポリパテで埋めていきます。剥がすと直線が出ている。ヤスリで表面を鳴らします。次は特徴的なメガ粒子砲を真っ二つに切ります。腹部はこちら職人かなぎのハイパーカットソーを使います。幅 0.3mm、ほとんど削りカスが出ません。カット面が綺麗だな。ピンホイール、これをこのように押し当てて削るだけでメガ粒子砲の縁が簡単に薄く仕上がります。左がビフォー、右がアフターです。バーニャーに使うのもいいですね。左がビフォー、右がアフター。全然違うな。筋彫りを入れていきます。GMC タガネ 0.2mm と 0.5mm をよく使います。ガイドテープに沿ってゆっくり慎重に彫っていきます。ところどころアクセントとしてビットブレードでセンサーっぽいマイナスモールを入れていきます。さらにデザインナイフで角を落とし C 面を作るといい。筋彫りのガイドは100均に売っている粘着テープが使える。壁にポスター貼るやつ。ナイフで好きなデザインに切って貼るだけ。ちゃんと彫れるな。首の位置を前にずらします。ゲテモノだな。プラ板で延長してからパテを盛りコックっぽいデザインに仕上げていきます。ボールジョイントの穴を開けて首をつけるのが楽しみ。いらなくなった首はディティールを付け足します。鋼で線を入れてエナメル溶剤を流し込んで不要部分を割って切ります。そんな時短があるのか。プラ板とズゴックから流用したスクリューを取り付けます。メガ粒子砲は裏にエコパテをつけてプラ棒に押し当てて型を作っとくと塗装後に取り付けが便利。背中に武器を取り付けましょう。使うのは HG サイサリスの MLRS。かっこいいのでいつか流用しようとキットを買っておきました。ゴックのバックパックに穴を開けるだけでは保持力がありません。しかし手軽に取り付ける技があります。こちらの穴に
木工用ボンドを流すだけ。それだけか。乾いたら保持力のあるポリキャップみたいな感触になります。色は白から透明に変わるのも良い。スピンモールドを使い丸モールドを追加します。塗装後にシールを貼る予定。小指を詰めましょう。言い方に気をつけろ。関節でカット。2ミリプラ板にシャーペンの芯の出し具合で調整してセンターに色をつけます。接着後、センター線が山になるように削り込んでいきます。だいぶ凶悪な爪になりましたね。一度サーフェーサーを吹いて傷や穴がないかチェックします。見つかったらホワイトパテで埋めて穴をなくします。綺麗に作品を作るコツだな。サーフェーサーはミスターフィニッシング1500のブラックを使います。目が細かく金属感ある仕上がりになります。ステンレスの指輪と比べてみましょう。似た質感だな。アクリジョンのホワイトを使います。今回は水中迷彩を入れていきます。なんだそれ。波の模様になる白を上から塗っていきます。薄く3回塗り重ねてようやく発色してきました。白は大変だな。関節は調色したライトグレーのサーフェーサーを塗布。塗装の場面はこれも同じで面白くない。武器類はニュートラルグレーに少しホワイトを足します。下の黒がエッジに残るようにマックス塗りをしましょう。下塗りとは違う深みが出る。確かにグラデーションかかっているな。ここで今回の秘密兵器テクスチャーマスキングを使います。変なのが出てきた。カーボン模様をつけれる布と波の模様をつけれる金属の網が入ってます。太さの違う針金が編み込んであり柔らかいですね。確かに波に見えるな。波模様を生かし水色に仕上げたいため量産型ズゴックの配色にします。ますますゴックではない何かだ。クリップで覆うように留めて準備完了。ぴったりついている場所と浮いている場所でどう変わるかが楽しみ。水色を塗ります。開けてみると波の模様に見えるな。金属だから何度も使えそうです。ダークグリーンも塗ってみます。こちらは波というより大理石っぽく見えますね。黒から白立ち上げにグラデーションをかけといたので角度を変えると表情が変わります。さすがに塗料が固まってきたので最後ツールクリーナーで洗いましょう。でもこの商品値段が1500円と少し高め。代用品がないか探してきました。こちら100均泡立ちスポンジ。周りの網だけ取り外します。模様が波に似ている。早速腕を調色したインディーブルーで塗装してみます。どうですか？化学繊維って感じ？もうちょっとふわっと浮かして塗装してみます。こっちの方が波模様。やっぱりテクスチャーマスキングの方がいいですね。マスキングして色を分けてきます。あれ、隙間から色がはみ出してる。隙間から入ったな。めげずにリタッチします。塗装が乾燥したらパイプやハッチをエナメルカラーのフラットレッドで部分塗装します。はみ出したところを拭き取るのに便利なのがこちらミスタークリーンスティック2。太さが違う鉄塔が2種類入っています。綿棒だと毛羽立つんだよな。こちらは先っぽが尖っているので簡単に拭き取れる。エナメル溶剤をつけてかゆいところに手が届く感じ。最後はティッシュできれいにしときましょう。こんな感じ。それにしてももっと下地に影響がなく発色する赤があると部分塗りも楽しいですよね。実験してみましょう。寄り道が多い。ブラックの上から筆で発色する赤を探します。条件ははみ出しても拭き取れること。1、エナメルカラー。
このミサイルランチャーのブラック部分を赤く塗ります。隠蔽力は弱いですね。だが透けて見える。2、水星ホビーカラー。同じ黒に塗ります。エナメルよりさらに隠蔽力が弱いですね。3、シタデルカラー。ドロッとしていて期待ができます。黒の上からも一発で塗れます。しかも乾燥が早い。もう乾いてます。4、パレフォ。一度パレットに出します。こちらも隠蔽力があります。シタデルより伸びが良いです。発色はシタデルよりいいですね。結果こうなりました。自分は隠蔽力を重視するのでシタデルカラ試食ならパレホだな。ー。そして肝心の拭き取り。マジックリンを使います。綿棒につけて優しくはみ出た部分を撫でるときれいに拭き取れます。4メーカーともすべて下の黒を残して拭き取れました。墨入れとデカールを貼ってから最後は2種類のシールでアクセントをつけます。こちらハイキューパーツさんのサークルステッカー。いろいろなサイズがあるんだな。工作の時にピンバイスで開けといた穴に貼っていきます。もう一つはラピーテープ。センサーモールドに貼っていきます。ちょっとギラギラしているので自分はシールの上に艶消しを拭きます。こちらスーパースムースクリア。1対2で希釈をします。今入っている水位に印をつけ空き瓶に移します。あとは印のつけた空き瓶を使って薄め液を1杯2杯入れたら終わり。今日も残さず便利。このクリアすごく扱いに癖があります。缶スプレーのスムースクリアを使ったことがある方はわかると思いますが、薄く拭くと特徴あるしっとりとした艶消しになりません。エアーブラシのノズルを全開放し高い空気圧で一気に拭きます。ぐらいテカテカでいいんだな。バーニャーに電子ピンを差し込んだら全てのパーツが揃いました。組み立てながら見ていきましょう。黒立ち上げなので重量感が増しています。エアーブラシで拭く迷彩とは違い、模様を細かく角度を変えると表情が浮かび上がります。代用品のスポンジは浮かせるといい感じになりましたね。量産型ズゴックの配色にしたら誰だかわからなくなりました。ミサイルのジョイント、特攻用ボンド技を使えばミキシングも簡単。苦労して作ったモノワイレールは黒で塗りつぶしたら全然わからない。縦が剥がれたくちばし、プラ板で作り直しました。それではゴックと呼べるのか、超ゲテモノの完成です。どうぞ。ご視聴いただき本当にありがとうございました。もし動画がお役に立ちましたら、チャンネル登録、グッドボタンを押して応援していただけると嬉しいです。次回作、ドムギャロップの制作を気合い入れてお届けいたします。それではまたお会いしましょう。おしまい。